忙しいから切るよ。ちょっと待って。なんだよ。好きな人できるかな、富田さん以上に。この度富田しおりさんがご家庭の都合で退職されることになりました。貴重な戦力を失うのは大変残念ですが、ご本人の意思は固いので気持ちよく送り出してあげたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ最後に富田さんから一言。皆さん長い間お世話になりました。これからも頑張ってください。すいません、最後なんで言わせてもらっていいですか。できたらもうちょっと女性が働きやすい環境にしてもらえたらなと思います。男性に比べると仕事の割に全然給料は安いし、育休を取った人への対応も冷たい感じがするから。すいません、最後まで余計なこと。これからは鬱陶しいやつがいなくなると思って安心してください。いろいろご迷惑かけてすいませんでした。富田さんってすごいですよね。最後まで仕事の引き継ぎも完璧にやって、つまんない送別会にも出て悠然としてるんだから。ゾンビとか出ても絶対悲鳴とかあげないタイプですよね。そうかもね。でもいいんですか？飲みすぎですよ。大丈夫ですか？そっちこそ大丈夫なの？何がですか？お父さんの介護、誰か相談できる友達とかいるの？地元に。大丈夫です。向こうでいい人見つけて結婚しようと思ってるんで。そう。そっちこそこれからもずっと恋愛せずに一人で生きていく気ですか？だってそれって究極の自由じゃない。いつ何しても許されるし、気ままに生きていけるんだから。でももしかしてあのこと気にしてるんなら大丈夫。もう童貞じゃないし俺。好きな人ができたんですか？違うよ、風俗。でも案外楽しかったからまた行こうかなと思って。まさき、ご飯置いとくよ。ねえ、もういい加減やめない？そうやってお兄ちゃん甘やかすの。またそんなこと。あんた家族見捨てるつもり？お母さんこそこのまま家族の犠牲になってていいの？はあ？何言ってんの？昔はお父さんのわがまま黙って許して、お兄ちゃんが引きこもりになったら叱りもせず毎日ご飯作って、それでいいの？お母さんの人生。まあいいじゃないか。母さんは母さんなりに。お父さんも他人事みたいな顔するのやめてくれる？
どうせ男にでも捨てられたんでしょあんた。だからってこっちにイライラぶつけるのやめてくれる？あんたブックカフェとかだってうまくいってんの？金貸してくれとか言ってもお断りだからねこっちは。何やってんの？お兄ちゃん、これからお母さんが作った料理は全部私が食べるから。いい加減にしてエリカ。お母さんやお父さんのこと何だと思ってんの？奴隷？金づる？今でも自分がエリートとか思ってんのかもしんないけど、あんたなんて今はただのクズだからね、クズ。悔しかったらそこ出てきなさいよ。何よ。いらっしゃいませ。どうしたのそれ？引きこもりの兄を罵倒したら。殴られちゃったの？すみません、お見苦しいものをお見せして。ああ、気にしないで。うん。こっちもだから。どうしたんですかそれ？婚約者にやられた。プロポーズ断ったら。なんで急に？やっぱり結婚に逃げるのはまずいかなと思って。この前正和に自分の人生心配しろって言われたし。私もです。家族のことなんとかしなきゃって思って。正和に言わないでね。こっちもお願いします。いつもありがとうございます。てめくん、おい、電話。ああ、すみません。手短いね。もしもし。正和、私お前なんで店に電話かけてんだよ。ちょっと事情があってね。それに暇そうだし。それよりこの前はエリカちゃんと2人で殴っちゃってごめんね。別にいいよ。お前らの言ってることは正しいから。あれからどうしてるの？お前らに怒られて就活やめたから当分バイトでしのいでいくしかないかなって。脚本の方は？昔書いたやつ直していろんなとこに売り込もうと思ったけどなんか乗らなくて。それならプロデューサーに謝ってもう一回連ドラ書かせてもらえば？いや無理だよ。てめえに人を感動させるドラマなんか作れるわけねえって単価切っちゃったし。そんなこと言わないでさ。忙しいから切るよ。ちょっと待って。なんだよ。どうしたんですか？ブックカフェ行ったら閉まってたから。ちょっといい？何するつもりですか？すいません。いつかお兄さんに偽善者って言われて殴られたものなんですけど、妹さんを傷つけるのもうやめてもらえませんか？お兄さん、俺今33なのに牛丼屋でバイトしてます。この前高校からの夢だった仕事自分から辞めたから。プロデューサーには偉そうなこと言ったけど本当は自分が一生脚本書いていく自信がなくなったんです。だから就活に逃げようとして。お兄さんも分かってるんじゃないですか。このままそこにいても自分が望む場所には行けないって。だったらそこから出て近所を散歩することから始めませんか？もしかしたら思わぬヒントが見つかるかもしれないし。苦しんでる者同士一緒に考えませんか？これからどこへ進めばいいか。お兄さん、ちょっといい加減にしてください。お兄さん、あの子がまた暴れたらどうするんですか？まさき、
この人の言うことなんか気にしなくていいからね。散歩行かないのか、犠牲者。行きます。失敗した。外はこんなに寒いんだな。じゃあよかったらこれ着てください。自分の置かれた状況が身に染みるって感じだし。なんか喋れ。寒さ忘れたいから。妹のことでも何でもいいから。俺妹さんには今までいろいろ助けてもらったんです。俺が書いた台本読んで感動して泣いてくれたり、めげそうになったらすごい勢いで「あなたなら書ける!」励ましてくれたり。昔からそうだった。ああ見えて純粋でまっすぐなやつだから。そうですね。でもそのせいで小学校の頃からクラスで浮くようになって、一人で本ばっかり読んでた。こう見えても昔は仲良かったんだ。あいつはいつも笑ってる明るい子だったし。けど俺が高校入った頃からあいつのこと構ってやらなくなった。親の期待に応えるだけでいっぱいいっぱいで、妹の顔から笑顔が消えても気づかぬふりした。それ以来妹の顔をまともに見る勇気がなくなった。あいつの言ってることはいつも正しいのに、それにどう答えていいか分かんなくて。難しく考えないで今のそのまま妹さんに伝えるだけで全然 OK なんじゃん。できるわけないだろそんなの。いやわかります。俺も自分の弱みとか知られたくないですし、自分がどんなに辛いかなんて誰にも分かってもらえないって思ってるんで。だからって自分のこと心配してくれる人に冷たくするのはまた別の話なんじゃないですかね。自分のことを応援してくれる人にはやっぱり感謝とかしないとまずいんじゃないですかね。とか偉そうなこと言ってますけど、妹さんだけじゃなくて父親にもひどいこと言っちゃったんですよ。あんたみたいにはなりたくなかったとか。おい、はい。寒くて耐えられないんでコンビニ寄っていいか。俺もそう言おうと思ってました。あっちにあります。コンビニ行きましょう。何これ。お兄さん、殴ったこと謝りたいけどうまく言える自信がまだないって言うんで、なら妹さんが好きなものでも買ってったらどうですかっつったらそれ。肉もあったか。覚えてたんだこんなこと。俺はさ、これからどうしたらいいと思う？もう一度連ドラの続きを書かせてもらえるようプロデューサーに頼みに行くべきだと思います。愛にも同じこと言われた。
やっぱり彼女が喋ったんですね、私のこと。できたらさ、もう一回言ってくれないかな。何をですか？あなたなら書けるってやつ。あなたなら書ける、絶対書ける。というか書け、自分を信じて。あなたが伝えたい物語を。ありがとうございました。バイバイ。ゆうまさん、はい。私と一緒になっておばあちゃんにひ孫の顔を見せてあげませんか？え、安心してください。怪しげな壺を売る気はないんで。ナミさん、はい。実は僕好きな人に振られて、彼女のこと忘れようとしてあなたとお見合いしたんです。え？でもナミさんに会えて逆に良かったと思ってます。あなたとなら幸せな人生送れそうだし。すいません。実は俺、ある人と結婚しようとして式から逃げたんです。なんでかっていうと、彼とうまくやっていく自信がなくなったからで。彼女のこと運命の人だって信じてたんですけど、早く結婚してばあちゃんを喜ばせたいっていう目先のことに焦りすぎて。自分の理想を押し付けて本当の彼のこと見ようとしてなかったんです。ずっと婚活がうまくいってなかったから。だから俺たちもう一緒になるのは無理だって分かってるんです。向こうの親御さんが反対するに決まってるし。いろいろな人に迷惑もかけたし、お互い別々の人と幸せになろうねって約束したんです、この前。でもまだ彼女のことが忘れられないんです。どうしても彼のことが頭から離れないんです。最初に会った時、ありのままの俺を受け入れてくれる人は必ずいるって言ってくれたんです。その言葉にめっちゃ救われて。私なんか何の取り柄もないって言ったら、自分のことつまんない女とか言うなって私のこと怒ってくれたんです。周りから見たらきっとバカップルに見えたかもしれないけど、めっちゃ楽しかったです。移動中とか食事中とか写真撮ったりして。その写真を消すことができないんです。あんなバカな思い出彼としか作れないし。ばあちゃんはまた一緒になればいいじゃないかって言ってくれたけど、今のままじゃダメなんです。もっと大人にならないとよりを戻してもうまくいかないって分かってるんです。だからもっといい男になりたいんです俺。もっとしっかりした女になりたいんです、私。胸張って彼女にまた一緒になろうって言いたいんです。私が幸せにしてあげるって彼に言ってあげたいんです。どうしたらいいか全然分かんなくて。自分を変える自信が全然なくて。だから会いたいけどダメなんです。寂しいけどダメなんです。でも会いたくて会いたくて会いたい会いたい。いらっしゃいます。
あれ今すれ違いませんでした？誰と？しおりさんです。今から長野に帰るって。そうですか。いいんですか、追いかけなくて。送別会もやったし言いたいことも言ったんで。でもそっちこそ正和とはもういいんですか？私は彼が夢を追い続けてくれればそれでいいんで。なら俺と付き合いませんか？そうすればお互い経験があるとかないとか気にしなくていいし。冗談です。コーヒーください。あんたに飲ませるコーヒーはない。こんなとこでくだらないこと言ってないで早くしおりさんのこと追いかけたら。あなたのことを真剣に好きになってくれた人が11年いた東京を一人で離れようとしてんのよ今。チケット拝見しますね。富田さん。どうしたんですか？なんていうか、向こうでいい人見つかるといいね。タモンさんも。俺はこれから一人で自由にやるんで。大丈夫ですか？本当に。どういう意味？なんか自分出すようになってから全然楽しそうじゃないからタモンさん。最後だから言わせてもらいますけど、あなたは自分がない人なんかじゃない。本当に誰に対しても思いやりのある優しい人です。だからどうか私が出会った頃のタモンさんでいてください。私が好きだったタモンさんでいてください。お願いします。本当はできなかったんだ。え？経験したら何か変わるかなって思ったんだけどダメだった。好きな人が相手じゃないと意味ないって正和が言ってたけどその通りだった。でも好きな人できるかな、富田さん以上に。なんか最初より寂しくなった気がするけど耐えられるかな。ごめんね。何言ってんだろう俺。すいません、出発しますので。あ、すいません。じゃあ。うん。どうしたの？わかりません。自分でも。